浅草時代の中期ぐらいからですね、自分たちでもいろいろゲームを学んできた、いろいろ遊んできた方たちが自分たちでもゲームを作ってみようという機運が高まってきた。そこである程度手応えを感じてくると、じゃあそれらがひょっとしたら海外で通用するのかとかね、いう話になると、ここでヤポンブランドっていういわゆる考え方が出てきて、でそういう形なんだ。だからある意味今こうやってボードゲームがいろんな形でゲームシーンを引っ張ってきてる部分があるじゃないですか。それは出てくるゲームもそうだし、今だと例えばマーダーミステリーとかもありますし、でいろんな例えばボードゲームに関係する例えばそういう仕事っていうのがひょっとしたらゲームマーケットいろいろあるかもしれないけど、やっぱそういう役割をずっとね引っ張ってきた部分もあるし、ある意味ゲームマーケットドリームみたいなのがあるんじゃないかと。ゲームマーケット立ち上げ期から現在まで、ボードゲーム販売者の立場でゲームマーケットを見続けているゲームストアバネスト店長中野正幸氏は、ゲームマーケットドリームというものがあると語ります。例えばゲームマーケットである程度評価されたとするならば、エッセンに打って出れるとか、海外のメーカーさんが例えば興味を持ってもらえるとか、あと有志でメーカーを立ち上げて、でそれで自分たちのゲームをよりブラッシュアップして、自分たちだけで作った、いわゆるインディーズで作ってたところをもうちょっと例えば製品化って形でいろいろ営業したいとか、そういう形でより良い製品にしたいとかいう形で市場に出てってね、市場に出て、でそれはねちゃんと評価されるっていう、ある意味ゲームマーケットドリームっていうのがね、これまでねいろいろありましたし、これからもあると思います。金井誠二氏の代表作、ラブレター。カード16枚というミニマムな構造で注目を集め、国内外で大ヒットとなったカードゲームです。このラブレターが生まれた背景には、2010年に実施された500円ゲームズという企画がありました。一番最初にあったのは500円ゲームズという佐伯拓也さんというゲームデザイナーの方がいらっしゃいまして、その方がマインドさんとかが商業印刷っぽいものを作るようになってから、どうしても商品の値段も上がり始めたんですね。で、その流れだとやっぱりちょっと新しく来たお客さんが手に取りづらいということで、なるべく安価なラインナップも用意したいというような形の企画を立ち上げまして、で、1回限りということで、500円ゲームズという企画を試してみようということで、原価が500円以下、販売額500円でゲームを出すという、趣旨の、募集じゃないんですけど、みんなこれやろうよっていう感じで、その当時の、やっぱり同人のゲームデザイナーたちがみんなそれにチャレンジしたんですね。で、もうそれこそ本当に100円ぐらいでできてるようなものから、499.9 円みたいなギリギリのやつまでいろいろあったと思うんですけど、私がその中で選んだのが、16枚カード企画というものだったんですね。16枚で RR というゲームを作ったんですね。これアートもすごくいいのを作っていただいて、結構ヒットしたというか、当時のゲームマーケットってもそれこそ物品の用意数が10個、20個なんて全然普通だったんですね。もうそれぐらいしかやっぱり手作業だと作れないということで。そういう状態の中で多分100個以上売れたんじゃないかな。値段も安いから当然手に取りやすいですし、カード16枚しかないから説明もそんなに難しくないし、っていうところで、この企画結構いいなっていうのがあったんですね。で、500円ゲームズ自体は、一旦そこで、一回限りの企画ということだったんで終わったんですけど、私としてはその企画自体がちょっと面白いなと思ったので、このままじゃあちょっと16枚でできるゲームいろいろ考えてみようって、その後もやり続けたと。で、第2作が R。今だと R ライバルズという名前で、スゴロク屋さんの方から出していただいているゲームがあるんですけど、そちらをやってみたと。で、RR も R も2人用のゲームだったんですね。で、
そこで、このまま2人用のゲームを出し続けるのも芸がないなと思ったんで、じゃあちょっと今度は多人数で遊べて16枚で蹴りのつくゲームを作れないかなと思ってチャレンジしてみたのがラブレターなんですね。こうして2012年に発表されたラブレターがゲームマーケットで海外パブリッシャーの目に留まります。これは本当に幸運だったとしか言いようがないんですけど、ラブレターっていう作品は、それこそゲームマーケットで展示していた時に、たまたま海外の AEG という方々が、AEG という会社の方々が視察にいらっしゃってた時に、本当にその目に留まったと。で、これいいんじゃないっていうことになって、で、本来は多分おまけみたいな形で、プライズとして配られるぐらいの、規模感だったんですよね。カード16枚ですし、売るというよりは、おまけでこんな面白いのがあるよって言って配るぐらいの感じだったんですけど、やっぱり品物として売ろうという形になって、ご存知の方もいらっしゃる通り、英語版の赤い巾着袋とブリスターパックに入ったバージョンが作られて、それがやっぱりエッセンですごい目に留まったんですよね。安いですし、で遊んでみたら結構面白いということで、結構口コミとか、当時のエッセンのニュースラインというか、で話題になって、おかげさまで、世界へと広がっていったという感じで、本当に幸運の賜物というところで、私の力かどうかはちょっとわからないんですけど、そうして、成功を収めたことによって、ゲームマーケット初のゲームも、こういう風に世界に広がっていく可能性があるんだなっていう、一つの例になったんですよね。台湾のモアイデアスゲームデザインが販売しているチューリップバブルも、もともとはゲームマーケットで発表された作品でした。初めてにはゲームマーケットで原作者グーノネさんの出版された同人版を見まして、そのテーマとしてはすごく、引きました。チューリップバブルという歴史事件にもご存知しているなので、それをベースにした中量級の経済株ゲームが個人的には大好きです。なので、そちらに、グーノネさんに連絡して、これを海外版にローカライズして販売したいという提案をしました。アホン氏は、ゲームマーケットで新作ゲームを発掘するのが楽しいと語ります。それが、一番ゲームマーケットに参加する一番、楽しんでいることなので、いろんなゲームを見つけて、で、海外にローカライズするか、もしくは要すると、ゲームの原石を探し出して歯磨いて、よくいい作品になれるように世界中にプロモーション販売することにするのがすごく楽しんでいます。佐藤ファミリアの作品、8ビットモックアップ、ハピーストタウンも、それぞれレジェンダリーフォレスト、ハッピーシティの名称で海外版が出版されています。ヤニックさんっていうですね、名古屋に住まれている方がいらっしゃるんで、このフランス人の方なんですけども、そのフランス人の方がいわゆるその日本のゲームを海外の方に紹介してっていうそういう仲介役をされている方がいらっしゃいまして、その方に僕のゲームをちょっと売り込む感じでやって、ハッピーエストタウンであるとか、8ビットモックアップっていったものを海外から出してもらったっていう、そういう経緯で進みましたね。この海外版がきっかけで、作者の佐藤俊樹氏は、カンヌ国際ゲーム祭に招待されました。今年の2月に、カンヌに行ったんですね。カンヌのゲーム祭っていうのがあって、そこにですね、もうハッピーエストタウンの拡張版が出ますよというところで、そのプロモーションに来ないかいっていうカクテルゲームズの社長さんから誘われて、行ったっていうのが、経緯ですと。で、本当はですね、去年、フランスゲーム大賞にそのハッピーエストタウンの海外版でハッピーシティがノミネートされて、惜しくも大賞には取れなかったんですけども、ノミネートされたんですけども、コロナの影響でそこに行けなかったんですね、その会場には。なので、今年は
まあ対象にはノミネートされてないけれども、まあ、そういったプロモーションを兼ねておいでよって形で誘ってくださって、行ったっていうのが、まあ、カンヌに行った経緯ですね。はい。すごく楽しくて。すごく楽しくて、でも何が楽しいかっていうと、とにかく、すごいこう、ゲームを作っている人たちがいっぱい集まってるわけですよね。で、この人たちがもう、いわゆる、プロフェッショナルとして働いて、自分たちのゲームを売り込んでる。で、それを遊びに来て、一般ユーザーの方が楽しんでくださってるっていうのがすごいよくわかるイベントで、僕もこのプロフェッショナルの一員なんだなっていうことを思って、すごく嬉しかったし、まあ、ちょっと大げさですけども誇らしかったなっていうのはすごく思いました。で、向こうでやったことないかっていうと、例えばサイン会をやったりだとか、あと、まあ、ちょっとゲームの使用したりとかだったんですけども、僕たち、まあ、結局行ったのが僕とそのアートワークの高見さんと、あと、まあ、原案を作ったのがうちの娘だったんで、うちの娘の3人行ったんですけども、その僕らのサイン会に、本当に何十人も長蛇の列を作って、サインを求める方々が来られて、で、サイン書いた後に一緒に写真撮ってっていうふうに言われて、写真撮ったりして、ゲームデザイナーがやっぱり有名人っていうのがなんていうかな、まあそういう形の存在として捉えられてるんだなっていうのがすごく分かって、まあそれもすごく嬉しかったし、すごくこう、なんだろうな、ゲームを作ることへのまあモチベーションアップというか、ゲーム作っててよかったなっていうふうに思えた海外旅行でしたね。はい、ゲームマーケットドリームをつかむデザイナーがいる一方で、多くのデザイナーにとっては、ボードゲーム制作で利益を上げ、これを持続可能な活動にするのは簡単なことではありません。長年ゲームマーケットに出展している三崎工房の三崎氏は、現状をこう分析します。ね、いろんなボードゲームを作ってる方にツイッターでアンケートを取りまして、まあ皆さんの最近作ったゲームの原価率はどのぐらいですかっていうアンケートを取らせていただきました。まあ 33% はもう商業クラスです。東急ハンズさんとかに並んでる、いわゆるああいうところに並んでるものがまあ大体 33% 以下です。まあじゃないと商売としてやっとれんですからね。上位陣、いわゆる大手と呼ばれるところがまあおそらく33から66の間に入ってくるんじゃないかと思います。そこら辺に入るにはもう100、200じゃ全然足りてないんでね。まあいくら作ってるか私は把握してませんが、とにかく大量生産しないと達せない領域の話です。で、まあ一般の人はまあ66以上さ100未満に行けばまあ上々じゃないかなと自分は思ってますし、自分のゲームもその辺の領域です。ちなみに100に近い方の100以下です、私は。まあ、多分全部売れて場所代払って交通費、宿代も払えば溢れちゃうんじゃないっていうレベルなんですが、まあ大体ほとんどの人はこの領域かもしくは原価割です。ただ、原価率というのは自分、まあただの数字だなと思ってまして、要は全部売れて初めて原価率っていうのは意味を持つ数字だと思ってます。まあ極端な話、1個も売れなかったら原価率意味ありませんからね。ただ作っただけのお金が消えて手元のお金は0円になって在庫の山だけが残ります。まあこの状態だと原価率もクソもないです。また、彼はゲームの供給過剰についても指摘しています。まずゲームマーケットで作る人たちに若い方が昔よりも増えたかなという印象を感じております。若い方たちがどんどん参入してきているというのが、まあ、正直なところ現状であります。そうするとどうしても数が多く作り手が増えてくるとどうしても供給の方が多くなってくるんですね。で、じゃあなんで買う方がそんなに追いつかないのかという話もちょっと合わせてさせていただくと、いわゆるヘビーユーザーっていう層はそんなに増えてなくてですね、来場者は確かに増えてるんですが、ちょっと変な言い方をすると、財布をたくさん持ってる人っていうのはそんなに増えてないんですよ。財布の紐が硬くてあんま持ってない人だけが増えてきてるのですね。
そうすると、まあ何が起こるかというと、供給された量が買い切れない現象が起こりまして、で、まあ供給過剰ということになるんじゃないかと自分は分析しています。海外でも実績のあるベテランの佐藤ファミリアであっても、ボードゲーム制作で利益を上げるのが難しいことに変わりはありません。ゲームって単価が作るのに結構コストがかかっていて、しかも少数だとすごく単価が高いんですね。ただ、お店に並んだ時っていうのは、他の商業ゲームと一緒に並べられるんで、そして並んだ時に、あんまり遜色ないようなレベルで売りたいなっていうふうに思っているので、やっぱり小さい小箱であれば、1500円から2000円の間で売りたいし、中箱であれば、2500円から3500円ぐらいで売りたいですっていう形であるので、正直もう値段は定価って売りたい金額が決まってますと。で、原価も、そんなに多くはすれないんで、そんなに安くはないですってやると、正直なところですね、赤字にはならないですねっていう。で、せっかくというか、ありがたいことに東京の方に住んでるんで、ゲームマーケットに出店するにしても、旅行費とかはかからないんで、売上だけで考えたらば、赤字にならない程度の、トントンぐらいかな。うちの奥さんに怒られない程度の、売上かなっていう感じです。はい。で、ただ、ちょっとあるとすると、自分が作ったゲームっていうものが、海外のメーカーに、見つけてもらって、そこから、そのパブリッシャーさんから売ってもらうと、印税という形で僕のところに入ってくるんで、その印税がゲームを作っている上でのボーナスみたいな感じで、そこがちょっと黒字になるところかなっていう、そんな感じです。ゲームマーケット2023春での初出展の際に、原価割れ価格でゲームを販売して赤字を出したウォーンは、2回目の出展となる2023秋で黒字化を目指します。発注数に関して言うと、悩みはしているところではあるんですが、現行は前回、100部ずつゲーム作っているので、基本は100で作ろうと思っています。終始、本当にそれは理想完売っていうところまで行くと、シンプル、おそらく利益で5万、6万ぐらいの利益が出ると。ただこれ利益っていうのも本当に作るお金っていうところだけを換算しての利益なんで、ブースを装飾して、出店料払って、ってすると、ほぼトントンなのかなっていうところが、現状、トントンになれば本当に全然上々なんですけど、今のところの見通しはそんなところですね。前回、なんていうんでしょうね、誰も買ってくれないんじゃないかっていう思いで1000円、もうすでに赤字の覚悟で1000円で出した時に、おかげさまで買っていただいたので、もう少し高い値段設定をしてもいいかなという気持ちが生まれたので、ある程度なんていうんでしょうね、作るものに余裕が生まれたというか、カード枚数も制限しなきゃとか、そういうところは少しなくなったのでいいなというところがありますね。ボードゲーム印刷所のマインドは、ゲームデザイナーが無理なくゲームを制作できるよう、勝負数、低予算のプランを充実させています。値段のことであったりだとか、当然ながらその予算の部分であったりだとか、様々な要因があると思いますので、その辺はちょっとじっくり考えていただきながら、まずはお試しで50セットとか100セットみたいなものを利用するのもいいのかなというふうに思います。また弊社でやっているパック商品と呼ばれるものですね。ベーシックパックというものであれば、35,000円で作れるっていうものもありますから、そういったもの、50セット限定にはなっているんですけれど、そういったものを利用していただいて、ちょっとでも安く作って、まずはお試しで試してみると。で、それで、それを実際に売ってみて、その反響を得て、また次にチャレンジするっていうのでもいいのかなというふうに思います。また、デザイナーのための無料相談会も実施しています。実際にゲームを作るっていう意味で、その自分の理想とするものを掲げて、まずは作っていただくのは全然 OK だと思います。だからそういう中で、どうしてもカードの枚数が増えたりだとか、コンポーネントがモリモリになってしまうという中で、まずは1個作っていただくと。で、それを、試しに、弊社の方に持ってきていただいて、で、マインドで見積もりをしてみましたといった結果、大概の方は、その金額を見て、わーってなります。
で、その中で、じゃあどこをこう、削ぎ落として、ブラッシュアップしていくかっていうところで、毎回、お知らせをしているっていうことが、相談会、無料相談会っていうのをマインドでは、実施してますので、それを、利用していただきながら、一緒に、考えていくってことをやっています。一方、大量生産をする場合は、海外のより規模の大きい印刷所がよく使われます。最近多くロットをするときには台湾の印刷所さんを使ってますね。僕がいつも使わせてもらっている台湾の印刷所さんは本当に日本語でコミュニケーションが取れるので、日本の印刷所さんとは遜色ないぐらいの、コミュニケーションレベルで話ができるんですね。で、しかもこう込み入った話になってくると、携帯に電話もしてくれて実際に喋りながらやったりとか、あとこういうところちょっと動画に撮って印刷の状態確認したいんだけどっていうと動画撮ってくれてやれてくれるんで、正直なところ日本の印刷所さんよりも対応がいいというか、そんな感じに僕は思えて、すごく台湾の印刷所さんは気に入って使わせていただいてますね。多くのボードゲームデザイナーは自身の作品をより多くの人に届けるために実店舗やオンラインストアでの委託販売を行っています。ボードゲーム情報サイトボドゲーマのオンラインストアでもそうした委託販売を受け付けています。ボドゲーマーはですね、個人で制作されていたりするような場合に委託販売っていう形で取り扱いをさせてもらってます。ボードゲームを委託の審査に出していただいて、そちらで OK を出しますと送っていただく。で、売上があるごとに手数料っていう形でいただきますので、特に最初に掲載料みたいなものを特に必要なく、売上があった分だけだいたい2割ほどいただくようなシステムになってます。ボードゲームだけでなく、ボードゲーム関連のグッズ、例えばダイスであるとか、ボードゲームを取り扱った同人誌だとか、そういったものも幅広く扱っております。はい。委託販売にはゲームを多くの人に知ってもらうという役割もあります。候補戦力として取ってるものとしては、なるべく委託先を増やすっていうことをしてまして、そんなに、販売としては動かないんですけども、店頭に置いてもらうだったりとか、あと、サイトに載せてもらうだけでも、露出というか、見てくれる人が増えるかなっていうところもありまして、なるべくいろんな店舗さんだったりとかに置いてもらうような努力はしております。ゲーム制作資金を集めるため、クラウドファンディングを行うデザイナーもいます。NSG クリエイトのエル氏は、海外の人々に自身のゲームを知ってもらうために、キックスターターを利用しました。ゲームマーケットが始まる前に海外の人にもこのゲームを知ってもらいたいなという気持ちがありまして、キックスターターっていう媒体でクラウドファンディングをさせていただいたという形になります。もともとゴールの金額が30万で目標を立てておりまして、そこからだいたい 125% ぐらいの達成率という感じになりました。自分のその周りにいる仲間たちに、協力をお願いしたというところは結構大きかったかなと思います。はい。で、それ以外に、海外の人に向けるというのもあって、翻訳ですか。そういうのは、ディープルという、ツールといいますか、翻訳サイトを、最大限フル活用しまして、ありとあらゆるものを翻訳して載せるというふうな努力をさせていただきました。比較的、なんていうんでしょう、ビジュアルがスチームパンクに寄せているというところもあり、そういったものに興味がある方々にいろいろご質問をいただけることができました。はい。そうですね。クラウドファンディングに向いているプロジェクトとなると、やはりビジュアルで勝負ができるようなゲームですとか、説明することが少ないような、なんて言うんでしょうね。パッと見ただけでそのゲームの本質がわかるというか、そういう多くを語らなくてもゲームの魅力が伝わるような、プロジェクトの方が比較的向いてるんじゃないかなというふうに思います。2023年11月には、ボドゲーマによるボードゲーム専門のクラウドファンディングサービス、ボドファンがサービスを開始しました。サービス開始とともに、
鏡京介ワークス、ヘリクス工房などがプロジェクトを立ち上げました。そもそもクラウドファンディングはやりたいなと思っていたんですね。やっぱクラウドファンディングって一種のお祭りなので、波が作りやすい。で、やってること自体が宣伝になって、その宣伝力を持ってゲムマとか、後の店舗とかでも、販売につなげられるというのがあるのと、あと期間中、やっぱり自分に対しても宣伝しなきゃいけないぞっていう強い気持ちが生まれるので、なのでエネルギーとか大変さとかを度外視すると、もう作品全部やった方がいいくらいのものではあると思います。手数料とかの問題ありますけど。で、今回もやらなきゃなーってずっと思っていて、その時にちょうどボードゲーマーさんが新しくサイトを作るって言ったので、この波に乗った方がいいんじゃないかということで、踏み出した感じですね。踏み出した結果、今すごい忙しいです。もともと何かしらの、クラウドファンディングのサービスは利用してみたいなっていうのはあったんですけども、ちょうど、ボドファンのサイト自体がオープンするのに合わせてどうですかっていうのを、中の人からお声掛けいただきまして、ちょっとどのタイミングで作るか悩んでたお布団からの脱出のリメイクの企画があるから、それをやろうかっていうので、乗ってみたっていう感じです。基本的にはX 上で、ポストをするっていうので、今回は、ゲームマーケットが近かったこともあって、ヘリクス工房のサークルで、ゲームマーケットのポストと、お布団からのクラファンのポストをやっちゃうと、結構混乱しちゃうかなっていうところもあったので、実験も兼ねてなんですけど、新しくお布団からの脱出用でアカウントを作って、そこでポストするっていう試みをしてみました。で、あと、もう一つとしては、事前の集会。で、これは、ボドファンのサイトオープンの時に、プロジェクトを開始した黒組さんですとか、あと、鏡京介ワークスさんの、と合同で、体験会を、開催したりとかっていうような、広報活動をさせていただきました。ボドファンさんが、出している登録者人数に対しての、キック率、もうプロジェクトの支援率っていうのがすごい高いなっていうのは感じてまして、それは他のクラファンサービスだと他のモノ目的のお客さんが入ってるので、それがない分っていうのはもちろんあるんですけども、熱量の高いサービスかなとは思ってます。ボードゲーム制作で収益を上げることは決して簡単ではありませんが、その中でも心がけていることがある。そのように佐藤氏は語ります。コストって何がかかりますかっていうと、もちろん印刷代もかかるんですけれども、アートワークを作ってくれた人にもお金がかかりますし、あとそれを宣伝するときに、例えば動画を作ったとすると、その動画を作った方々にももちろんお支払いするし、翻訳する、よく僕の自分の作ったゲームを BGG とか上げるために、英訳してもらうんですけども、その英訳してもらう方にももちろん払うし、もちろん今度構成する人にも、構成代としてお金を払ってますしって形で、やっぱりそのコストにはすごくいっぱいの、方への、作業に対する対価というものをお支払いしているんで、それだけかかってしまいますと。で、それはそれでもうしょうがないと思っていて、しょうがないというよりは、それでそうあるべきだというふうに僕は思っていて、自分はゲーム好きで作らせてもらっているんで、なるべくだったらば、それに関連する多くの方に、お金っていうのは還元じゃないですけれども、そういった方々にも同じように対価をお支払いしたいっていう思いがあって、自分でできないところっていうのは積極的に他の方にお願いしようという形で僕はゲームを作っていますね。ゲームマーケットが近づくと、デザイナーたちはそれぞれのやり方で新作ゲームの広報活動に取り掛かります。
宣伝というかですね、いつもやってることなんですけども、まず最初に自分のゲーム作ったらば、自分のサイトがあるんで、そこに全部自分の情報をまとめるようにしてるんですね。もちろんプレイ人数とかそういった基本的な情報もそうですし、あとは説明書ですとか、そういったものもオープンにしてますっていうのがあるんで、そういったサイトをまず作るというのがまず最初に一つやることですと。で、その後に皆さんが見られるページ、例えばボードゲーマーさんであるとか、あとゲームマーケットの公式ページ、あとはボードゲームギークっていうBGG って言われてるところですけれども、そこに掲載するっていうのをまずやりますのが、まず一つ、一番最初にやることですと。で、その後に動画を作っていただいて、その動画を、ツイッターに公開したりとか、先ほど言った自分のサイトに、リンクを貼って、見られるようにするとかいう形で、多くの人に見てもらうっていうことをやっていますと。メインは都内での、私有体験会を、行って、それの、様子とかを X に流してもらうっていうところが多かったかなとは思います。あとは、うちならではかもしれないですけど、上愛風景だったりとか、あと制作風景を、ちょこちょこ出せる範囲で X に流したりだとか、あと、北越さんだったりとか、ゲームマーケットの情報を集めて、配信してくれてる方とかに、依頼したりとかして、そこで情報を出してもらうとかっていうところが主になったかなと思います。前回のゲームマ出展の時から結構ゲームマのサイトだったりブログっていうのはかなり読んでいただけてるなというのがあったので、宣伝をするんであれば絶対ゲームマのブログはなんかアップロードはしないとなと思ってはいましたと。で、他の宣伝も徐々に始まりつつあったので作る時に、このパッケージの女の子はめちゃめちゃ宣伝とかでも出してるんですけども、世界観を伝えるものって何もやってなかったなと思って。で、そしたら、せっかくそういう世界観だったりとかキャラクターこだわってるんだから、そういうものをこう見せれるような、ものだったら、もしそれが小説形式だったら、ちょっと書けそうだな。見る人はどうかわからないけど、自分的には面白いと思えるものが作れそうだなって思ったので、よっしゃと思って書き始めました。楽しいことをやろうって思ったっていうのが全てですね。そんな中、2023年11月23日、ゲームマーケット出展作品を事前に遊べる私有イベント、フォアシュピールが開催されました。フォアシュピールの主催の彰子に顔出しなしの条件でお話を伺いました。自分は2018年がゲームマーケット初出展だったんですけど、その18回、19回、18回っていうそのゲームマーケットの同じ年に出展した同期会みたいな人たちで、それこそ100人とか、120、30人でテストプレイ会をやったりみたいなので、大きい会場をちょっと探してたんですよ。そしたらプラさんが、500人、4、500人ぐらい入る会場を、借りてきてくださって、で、2つ借りてきてくださったんですよ。で、一つは、1819回のテストプレイ会にしつつ、もう一つは、せっかくだからその大規模な、一般の来場者も来ていただけるような私有イベントにしようっていうのが、ちょっと長くなっちゃいましたけど、そのきっかけとしては最初のきっかけですね。フォアシュピールは2019年の春と秋に開催された後、コロナの影響で中断していましたが、2023年秋に復活しました。イベント告知が10月と急だったにもかかわらず、多くのデザイナーがフォアシュピールへの出展を希望しました。今回本当久しぶりっていうのもあったので、64ブース募集する予定だったんで、60とか70ぐらい来たらいい方かなって思ったんですけど、それが約倍来たんで、ちょっとね、びっくりして、本来ね、一つのブース、一サークルなんですけど、今回はちょっと運営の方から合同サークルっていう形で卓を半分こうしたりとか、時間でちょっと分けていただいて、2サークルがフォアシュピールに出展できる形で協力いただけないかみたいな、そういうようなお願いというか、依頼を思わずさせていただきたくなるぐらい申し込んでいただいたっていうのはありますね。
64サークルのうち、ほぼ半分の30サークルがその合同、相乗りに協力いただいて、結果ね、98だったので、半分以上のサークルさんが自分たちだけじゃなくって、他の自分たちの時間が減るにもかかわらず、他のサークルと一緒に出てください。しかも大阪から来たりとか、その名古屋から来たりとか、果てには長崎から来ていただいたりとかっていうのもある中で、大阪の2サークルさんとか、そういうケースもあったりしたんで、本当にありがたかったですね。フォアシュピールに参加したデザイナーたちにイベントの感想を伺いました。2、3年前にやった時っていうのは、すごくスタッフの方が動いていただいて、すごい呼び込みをして、常に私有が動いているような状態だったんですけども、前にやった時、2、3年前にやった時っていうのは、その呼び込みがうるさすぎてですね、なかなか自分たちの声が届かないっていう、すごいありがたいんだけれども、ちょっとうるさすぎたなっていうのがあったんですけども、それはですね、今回のフォアシュピールはもうすごい改善されていて、全部ハンドサインっていうか、声を使わない集客というか、私有を人たちを集めるという方法を取られてて、すごく、感激して、また出たいなというふうに思っていますけども、そんな感じで、前回出て、すごい楽しかったんで、今回出ようという形で、出させていただきました。もともと、2019年に、フォアシュピール、開催されてまして、その時から、参加させていただいていて、即売会ではないんですけども、熱量の高いイベントなのは、認識していまして、で、今回コロナ明けて、久々に再開っていうことで、ぜひ参加したいっていうところで、申し込みさせていただきました。イベントの時間中は、すごい、スタッフの方が、空いた席見つけたらすぐ、ここ空いてますっていうのを声かけしてくださったりしてて、出展者というか、ゲームのインスト側がそこをすごい骨を折らなくていいのはすごいいいイベントだなと思いました。一部うまく動いてなかったとこあったらしいんですけど、それでもなるべく参加者がインストに集中できるような環境づくりとかっていうのを考えられてるなっていうのは、参加してすごい感じました。2023年12月9日、10日、多くのボードゲームデザイナーたちがその作品を発表するゲームマーケットの日がやってきました。デザイナーたちはそれぞれのブースに作品を並べ、ブースを飾り付け、来場者を迎えます。大変お待たせいたしました。ゲームマーケット2023秋1日目、東京球場、ただいまより開始いたします。ゲームマーケット2023秋では4つの作品を新作として出しました。1つはロケットカンパニー。で、1つはペンギン観測隊。で、もう1つは並んで長寿ギガっていうのと、あとはこれがアニメで戦記ゼロプラスっていう、その4作品を新作品として出しました。おかげさまでペンギンカンパニーとかはものすごく環境は良くてですね、親子向けでもよく遊んでいただいてますよって声聞きますし、実際にロフトさんとかでも販売していただいてるんで、すごく環境がいいですと。アニメで戦記ゼロプラスもですね、かなり売れてまして、ボトゲーマーさんで今通販してるんですけれども、ちょっとそれもなくなっちゃいそうなんで、売れ行きはいいですけれども、ロケットカンパニーはやはり子供向けのものなんで、やっぱり子供向けのゲームは動きづらいかなっていうところはありますよね。新作はテオフィールの猫っていうゲームで、手札を一番最初になくした人が勝ちっていう簡単なゴーアウトゲームなんですが、本当は出せないはずの猫ちゃんでもしれっと出してバレなければ OK です。なのでうまいことごまかしながらいち早く手札をなくしましょうっていう簡単なゲームになってます。メイドたちがボードゲームを作るようですを出したのが確か2019年のゲームマーケット大阪。情報があまりにも古くなってしまったんで、いい機会だから更新版を出そうかなとふっとある時思いまして、それで今やってます。錬金術師たちがボードゲームを作るようですというタイトルになります。
今回はやっぱりコンセプトがブラックなこともあって宣伝しやすいというのもありみんなも宣伝文句を聞くと胸を抱えながら苦しそうに通っていく人が多かったですね。売り文句がだんだん完成されてきて下請けの足元を見て労働力を搾取ひどい条件で契約を締結下請け同士でダンピングと因果不明なんですよ。だからなんだって話なんですけどでそういったことをですね延々と叫んでるとだいぶ耳目を引くことができ今回販売につなげられたかなと思います。ボードゲームとマーダーミステリーを題材にして15分ぐらいの法話を動画ページで見ることができる、そんな法話のガチャになってます。 YouTube の動画ページに QR コードが入ってますから飛ぶことができるので、お坊さんの法話を、ゲームにね関連して聞いてもらえたらスッとね気持ちに入ってもらえるのかなと思って企画しました。クソゲー RTA ですね。プレイヤーはクソゲー、クリムゾンソードザゲームっていうゲーム内ゲームのリアルタイムアタック、早解き競争をする、プレイヤーになってもらって、ゲーム内時間でより早く、そのゲームをクリアしようっていう、ちょっと構造が何重かになってて分かりづらいんですけど、そういう感じのゲームです。X とかでエゴサさせていただいたりしてる中ですごいクソゲー感を楽しんでもらってるかなっていうので、結構個人的にはゲーム配信だったりとか RTA 配信を結構楽しんでてあるあるだなって思う要素を結構詰め込めたかなとは思ってて、それに気づいてくださってくれる方とかも結構いたので、すごい友達と話してるぐらいの感覚でニヤニヤしながらツイートを見たりしてます。過去に出したイカロスの太陽のアップグレード版だったんですけども、新しくお買い求めいただく方が結構多くてびっくりしたんですけども、おかげさまで、好調に売らせていただきました。両日出店ということでお求めになる方は土曜日の方が多かったっていう感じになります。2人対戦用のワードゲームでお互いに同一のカテゴリー内で1つ自分の答えを決めます。でお互いにこの相手にヒントを出させるカードを手札として持って、自分の番が来たらババ抜きの要領で相手の手札から1枚引いてそれに応じたヒントを出してもらいます。お互いに相手の答えを探り合って先に相手の答えを言った方が勝ち、対戦型のゲームになってます。やっぱりこういうのが出せるのが、やっぱり現場の醍醐味かなって思ってます。タイトルを唐揚げにレモンをかけるとありえないほど切れるお嬢様と、長いタイトルになってるんですけれども、ルールはシンプルで、お嬢様役と、5人のヤクザ役に分かれます。いろんなお題が入っておりまして、例えば、唐揚げにレモンをかけるだとか、そういうちょっと世の中的に賛否両論分かれるお題が入っているので、お嬢様役の人がそれを好きと思ってるか嫌いと思ってるかっていうのを、ヤクザ役の人たちが当てるっていうゲームです。反応はもう本当に予想外にすごく早期に皆さん来ていただいて買っていただいて、190個今回売ったんですけど、予約がもう半分ぐらい予約いただいていて、100個近くですね。で、残り100個どんぐらいで売れるだろうねなんていう話をしていて、1日あればもしかすると頑張れば完売いけるかもななんていう話をしていたら、多分開場して2時間経たずでもうバッと売れ切ったっていうので、なんとか完売したので、3万円ほど収益が出ました。もちろん人件費とか雑費みたいなところは入れたいないんですけど、とはいえ当日荷物を持ってくるような台車購入費とかも含めて3万っていう利益が出てるので、かなり持続可能性のある今回はゲームマになったなと思います。その3万円は今どこにあるんでしょうか？ 3万円は打ち上げで全部消えましたゲームマーケットに集うあまたのデザイナー、その活動スタイルも規模も人それぞれです。しかしその誰もが心血を注ぎ、工夫を凝らして自分だけのゲームを作っています。この多様性に満ちた豊かな創作の土壌があってこそ、ゲームマーケットドリームという名の花が咲くのです。いろんな方がいろんなゲームを作ってくれるっていう状況は個人的にはすごいいいことだなと思ってて、究極自分が楽しめるゲームを自分が作る必要ないと思ってて、
自分が面白いゲームを作ってくれる人がいっぱい周りにいるならどっちでもいいかなぐらいの、もともとそんな感じで活動してたんで、まあ人が増えれば増えるほどその確率は上がるかなと思って、欲を言うならもっと賑やかになるといいなぐらいのつもりでおります。その今の自分にできるものだけで作っていっても、あんまりそこから進歩というかがなくて、それこそ前出したものよりもいいものを作るとか、前の時よりも少しでも表現を良くするとか、そういったなんかこう日々の積み重ね、積み上げていくものがあってこそ、なんかいいものがどんどん作れるようになってくると思いますし、逆にそういうことをやってないと、なんか数だけは増えていくが、あんまり良いものができていたりとか、成長を感じないみたいなことになってしまうので、日々、より良くなるような、研鑽を続けていくことが大事かなと思いますし、隣でニヤニヤ聞いている納富くんだって、自宅にはですね、いろいろ色素、色とかの参考書みたいなのがあったりするわけですよ。配色一つとっても、何かこう取り入れて、より自分をこうブラッシュアップしてアウトプットしようっていう、多分気概があるからこそ、僕は前回よりは全然すごいいいものができたと思っておりますので、なんだかのこう積み上げをしっかりしていって、よりいいもの、よりみんなが楽しんでもらえることを作っていくのが大事かなと思います。はい。ボードゲームは小学生、中学生ぐらいからずっと遊んでる遊びで、それによって友達もいっぱいできたし、すごく仕事で辛かった時もゲームを通じて、それをリフレッシュすることができたりして、簡単に言うといい趣味だなっていうふうに思ってますと。ゲームをすることによって、みんながこう笑顔になれるんですよね。そういった笑顔になれるようなゲームっていうのをこれからもずっと作っていきたいし、そういったゲームを作って、その場だけじゃなくて、例えばその作ったゲーム、遊んだゲームを実際に買ってご家庭に持って行って、家でも例えばお父さんと遊ぶとか、そういった笑顔の連鎖っていったものを、広げられたらなっていうふうに思っているかなというところです。家族と一緒に遊ぶとか、みんなで遊んで、笑顔になれるゲームを作りたいというふうに思っているんで、家族の協力が非常に大事ですし、あと実際に今の長男とかも僕がゲームを作る上において、テストプレイをしてくれたりだとか、あと長女もこんなゲームはどうっていうふうにアイデアを言ってくれたりとかしているので、非常に家族には感謝してますし、うちの妻にもこういった活動を許してくれているってところで非常に感謝しているところですね。